それは私ほんまに死ぬしかない。嫉妬したら殺す。まだどれ？待って。まず一つ目。美味しくなる。早く結婚してよ。早く結婚してよ。Nice to meet you. Nice to meet you too. See you in Japan next time. Nhanh bước nhanh vào trong nào. Vào trong đi, đi bộ vào trong con. Cho nước xuống đã. Thú à? はじめまして。しんちゃん。はい、お土産。ありがとう。ちょっと待って。これね、これさっき果物も買ったのでちょっと遅い。ありがとうございます。はい。これ何？あ、じゃあ YouTube。これはなんていうの？Nem nướng Nha Trang, chiêu no料理です。chị ơi, mỗi 12 2cái nhé. 日本はいつまでいたんだっけ？2年半前かな。2017。17から？そう。4年間。まだ誕生日なので24かな。まだ美味しく食べるのにレモンおだしつけて食べる美味しい。だけど、そうしそみたいなね。そう。これよくもんちゃんも入れて美味しいよ。ありがとう。美味しくなる。これライスペーパーね。見えるかな。見えない方が。見えた。はい。Chị ơi, cho bác đựng đồ ăn đi. Bác để gắp vào đồ ăn đi. Chị ơi, ôi nè, sao? Con chị coi. これもつけた方がいい。美味しい。これこうね。美味しいね。全部食べて。朝もお昼も食べないね。すごいね。昨日も食べて。我慢できない。お兄さんは何歳？33歳かな。これも早く食べます。何してる？携帯の中に直すと外国中国のねパイ買ったらすごく売れますよ。お金を探して買う。そしてベトナムに10日ぐらい行きます。外国に。毎月？お姉さんはもう結婚して離れた。お兄さんは残るの？一緒に。じゃ長男は長男そうですね。残るんだ。家に。そう。両親年を取ったら面倒を見る。東京にみんな住んでて、一番上のお姉さんは結婚して出て行って、子供を多分子供まだいない。まだ。お姉さんの独身になりたいなら日本がいいね。本当にいっぱいいるから日本人と会った人はねちょっと冷たい。いつも仕事する。あまり話しない。よく喋るので。そして仕事ちょっとおしゃべりダメですよと言われました。でもよくお世話になりました。日本人ね。家族を離れてそれみんなわかるから、それで優しくします。遊びに連れて行きましたよ。楽しかった。前あえてハードウェイで働きました。先生としてね実習生3ヶ月ぐらい。日本語教えたの？そう。日本語教えた場所。うまいね。もっと勉強したい。でも
最近怠けだから全然時間があれば、日本のアニメ見る。見る？アニメ？そう、アニメが大好き。辺はビデオを作りたい。感恩の、言い方ちょっと違うでしょ。日本語でやりましょう。一緒に食べる。ありがとうございます。お気にお気に。北海道の方はマジでと本当に同じです。ほんまに。ほんまには関西弁っぽいね。関西弁、南の方ですよ。そうそう、大阪とか京都。マヤン。両親と一緒にご飯食べたら、con mời cả nhà ăn cơm, con ちょっと下下からね。おばあさんとおじさんなら、してないといけない。いや、大変や。これですよ。これでしょう。仏教ね。仏教を信じる。でも南の方ね、仏教違う。そう。本当にベトナム人だけど行ったことない。日本はいろいろ行った？3年半けど行くのは少ないね。ずっと家に仕事帰って勉強して、それから家族と電話して、それから日本語の勉強したの？時間があるので、今ベトナムへ帰っても時間があればもう勉強したくない。勉強したくない。勉強したくない。はい、日本なら勉強することができます。でも家族の近くに勉強したくない。日本の友達も一生懸命勉強したのに、今全然勉強しない。わからない、それは。もう、日本の生活うまくいかないの。うまくいかない。でも家族と一緒にいるのが楽しい。そう。お母さんは53歳からいつも腰痛い。お父さんは？お父さん今仕事してる。仕事してる。占い信じる。占いこと、信じる。顔見て、なんかあの人性格がいいかどうかすぐ、顔出る。そう。それが信じる。毎年お寺へ行きます。仕事を順調するように。それはでもベトナムの人はみんなそう。今ずっと家にいるからつまらない。今昼間お母さんとコーンだけ家の中。お母さんも仕事してます。一人しかいないよ。一人しかない。それちょっとつまらない。旅行したら友達忙しいので一人で。できない。彼氏もいるけど、でも日本はね、彼氏と一緒に旅行すれば全然大丈夫です。OK です。でもベトナム違うね。お母さんもそこはダメ。まだ結婚してないので、それはダメ。すごい厳しいお母さんと。みんなそういう感じ。そう。人によってね、どこでも行くても、家族一番大切です。信じるだけ家族です。ね、本当に信じるのは、日本は一番好きなのは、謙遜です。謙遜。美味しいかどうかも言われない。そう。よく考えて言う。それが好き。前なら好きかどうかはっきり言うから、それが勉強になった。大人になったね。ベトナムではあんまりそういうことはない。あんまり。謙遜もするけど、でも結構直接的な。ね、そう。直接言うから聞いたらちょっと寂しいでしょ。ずっと考えてます。それはいけないね。それがいいね。日本は迷惑をかけるのが嫌いでしょ。日本人はね。そしてお兄さんはいつもお邪魔しましたと言いました。これでもね、小さい頃教えられるから。でもそれがいいですよ。ベトナムは前、ありがとうとかすみませんとかあまり来てない。叩いたらいいよ、全然大丈夫。寂しいけどでもいいから、関係ないと感じますね。日本へ来て太りました。わからない。多分お菓子とか。甘いお菓子。そうです。5キロぐらい太りました。仕事をしても
減らない。3年半ずっと同じ仕事。ずっと同じ仕事。朝早い。北海道なら6時、昼時間もう休んでない1時間だけなので、でもベトナムへ帰って昼休まないとすごく疲れる。暑い。でもちょっと違うね。日本人はね、睡眠時間が世界でもかなり少ない。少ないそう。それで日本は発展しますよ。でもやっぱストレスすごい多い。多分50歳、60歳、70歳ぐらい死ぬからストレスたまらない方が、楽しんで生活を送りたいね。その方がいい。そう。お姉さん2目、はい今年何歳28、今年28。?28、まだ結婚してない。美容師心配してる？いや、心配はしてないけど。ベトナムならすごく心配してる。早く結婚してよ。早く結婚して。30歳になったら結婚しないよ。結婚することができないと言われました。今現代ので、それは別にね。ちょっとだけ。昔ベトナムは18歳、20歳ぐらい。今25もまあまあね。ベトナムはどのぐらい、子供どのぐらい？兄弟、多分2人、3人、分は昔分多かったよ。それでお金払わないと。お金がないけど、そうそう。それでお母さんずっと言ったよ。あなた産んで大変ですよ言われましたから。よかったね。アンヘッ食べきってください。聞いたけど。残ったものは今食べないなら自国に残ったものは食べなきゃ。自国で食べる。そう。それをちゃんと食べてください。ベトナムの言い方？これってなんかこれつけて、これ美味しいとか。いただきます。残り1個ですけど美味しい。マジ違う。恥ずかしいのでお兄さんに。お兄さん多分めっちゃ恥ずかしいでしょう。びっくりした。そう、そんな感じでちょっと近いね。これ消して。これいいじゃん。これいい写真だわ今の。いい写真じゃない。これ好きじゃない。消して。最初来た時に日本に来た時ゼロ、日本語は。挨拶とか。こっちの学校で訓練学校センターで6ヶ月から9ヶ月ぐらいまで待って日本のビザがあればすぐ行きます。場所は自分で決めるの？全然わかりません。本当に夫の知り合いとかしたからどんな仕事かもわからない。本当に。でも良かったです。仕事ちょっと大変けど、でも頑張りました。目的はお金じゃない、経験です。経験ね。何か勉強したか、日本人からね。すごい勉強になった。すごい。変わったですよ。変わったの？若いからすぐ何が考えてかすぐいいよ。それは怖い。今。でも仕事の仕方も純粋な考えだけのでちょっと大変です。すごい日本人は真面目で仕事しますからね。本当にね、若い日本人は何もしたくないと言って、そしていつも頼んでこれお願いしますとかね。でも一生懸命人もいる。それ分かってる。どこでもいいとこ。どこでも同じだね。そうですね。これはちょうど高校終わって、か。そして日本語をすぐ勉強します。終わったのが今だから19歳ぐらいの時に18歳で日本に来たのか。まだ18歳けどね。すごいヒットしてます。そう。想像できない。想像できない本当に。インタビュー？面接ね。紹介挨拶とか。係にね見てどんな人がいいならチェックしますね。それだけ。そして6人一緒に日本へ来て一緒に住んでも
喧嘩したことがあるし、おしゃべりだけね、話すだけ。喧嘩これだけ。これ違う。口喧嘩。口喧嘩。そうそうですね。中部の人いっぱいいるです。北の方が少ないんだ。少ない。そうすると北と中部で喧嘩する。そうです。ちょっと食べ物とか、そちらは辛いの方が好き。でもちょっと酸っぱいと甘いの方が好き。それ別々で食べます。じゃあそこでバラバラに集まる。北は北で集まる。そうですね。バラバラに。仕事もわからないとき、分に来て、分はその時リーダーだから日本語わかるように勉強しなきゃね。でみんな笑って勉強しなくてもいいよ、勉強必要はないと言われましたから、それ考えて一生懸命勉強したけど、他の人はじゃあ割とお金を稼ぎに来てるって感じだったのかな。そうで本は定点だもんね。そういつも仕事終わって勉強して分だけだから、みんなあまり好きなのでみんな遊んでそれだけ勉強する。真面目だね。もういい記憶だからもう悲しいことをね忘れました。そうね。忘れがちのでそれがいい。それがいいね。じゃあ向こうにいるときは寂しかった？寂しかったよ。コロナウイルスの時ね、怖いで死んでるのは怖いので、その時考えた。日本は死ぬとベトナムで死ぬとベトナムの方が家族の近く。その考えたからすぐ帰りたいと係員に言われて、一生懸命仕事してたので、帰ってほしくなかった。そうです。でも決めたから帰ってすぐ仕事の日本語の関係探して練習したいです。でも今自分のことを怠けになっちゃって。これ。いやこれ食べて。これ何？スーチュア。天đường。天空かな。すごい名前で混ぜて食べる。お兄さん食べてもいいよ。食べてない。これ。お腹がこれ。食べれるかな。まあ果物だからね。日本語の仕事は、今教えてるのは自分の会社ではないセンターか。1年間経験持ってたいので、じゃあ本当は自分で会社作りたい。会社というか自分のセンター作りたい。その方がいいね。さっきは夢です。それは君は大学の免許がないので、おばあさんのお兄さんと免許を取ってますから、それはお兄さん作って、君は多分生徒とか新しい生徒を探します。それだけ両親はね、君は大学行ってもいいよ。でもコロナ25歳で勉強したくない。2年間ぐらい取ってますよ。でも君の彼氏はね、それはわからないでしょ。仕事変わるかもと言って、あれは必要ないので。明日帰るからいっぱい食べて。いっぱい。もうちょっと食べ続けましょう。さっきから口にずっと物が3時間2時間ぐらいずっと動いてる。全部食べた。ごちそうさまでした。Chưa đủ mình đấy ạ. Nãy 10 em rất Cảm là ơn nhé. Vẫn còn à? Ôi rồi ôi. Chị cảm ơn. Vâng, chào anh chị ạ. Cảm ơn. 優しいね、本当に。運転がうまいので、今しないで。事故したことある？事故？ある？ないよ。ないんだ。あると言ったら怖い？大丈夫？こんな雨降ってる。行こうかな。夜は料理作らないとそれを買います。いる。犬かわいい。待って。いい写真だよ。大丈夫。こんな感じしたことない。違う。こんな雨。すぐ帰っちゃう。いい匂いでしょ。タニシ。これもタニシの。タニシ料理。
タイ料理。これをこうやってベトナムの出します。これつけて。日本に来て一番嬉しかったことと一番怖かったことは何？一番怖かったことは、多分家族に離れて知らない人に住んでいて生活することをしまして、仕事は空気がいい綺麗し、ね、外国人に会って話して嬉しい。それがだけ。部屋は何人部屋だったの6人。6人、すごい。それ喧嘩するね。そう、それはね。小さいことで喧嘩する。小さいことで。部屋も狭いよね。狭い。勉強はどこでしてたの？みんな一緒に食べる。テーブルみたいな。テーブルね。コーナー。コーナー。ベッドの上の勉強します。中学校と高校の時、どんな生活してたの？楽しいだけ。いつも遊んで、勉強中にあまり集中しない。先生が優しいので寝てる時も言わない。遊びは何をするの？高校生の遊びは。多分みんな話し合うだけ。話し合う。遊んで他のお寺とか、バイクに乗って歩いて話します。それだけ。いいね、バイク。前ダンスだけ好き。ダンスのグループに参加しました。すごく活発します。すごく自信持てて、学校でダンスしてすごい。今は踊らないの？今できない。難しい。恋愛は？一人だけ。ベトナムでは大丈夫なの？高校生の恋愛は？大丈夫。愛するだけですよ。今いい人に会って嬉しいです。どうやって出会ったの？お姉さんの企画だからこの電話番号。ベトナムだとどうやってデートする？どうやってして映画見たり遊んだり、同じショッピング行ったり。日本だと告白っていうのがある。それはまだですよ。ちょっとベトナムと違うね。違う。それは日本気がついた。すごく早いです。好きならすぐ告白する。明日しますね。ベトナム違う。好きなら署名して。署名して。どんな好きか。いつも連れてとか美味しいものとかショッピング話し合うのは聞くのがいいかな。話し合ったら告白します。1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、6ヶ月ぐらいの人があります。それは愛するだけじゃない。結婚するかとか。結構みんな慎重なの。そう、慎重。お兄さん今探してます。それまだ考えてないでしょ。今は仕事もないし自分の未来も分かんないから、ちょっとまだだ。それは書けないですよ。いい人を探したら、それは書けない。いないのか。まだなかなかね。いいよ。縁がね。まだ若いでしょ。そうだね。縁があればね。縁があれば。でもいい人を探すのは難しいですよ。本当に難しい。みんな言うだけわからないでしょ。時間かけない。日本人は彼氏ができたら人によってね、嫉妬したら大変です。女の子も男の子も怖いです。嫉妬したら殺す。いやしない。するよ。愛してるだけもそんなことをやって怖いでしょ。それは愛じゃないね。愛じゃない。今は大丈夫。今も行かないけど。行かないの？両親のことね。相手の両親。年ちょっと差が空いてる。占いしたので。相手の年と自分の年の差で占いする。これもない。それだけ。ちょっと昔の人だから、相手の両親ね、昔の人だからまだそのまま考えて、大丈夫、そんなことを考えてない。できたらいいです。できないならもういいです。彼氏はどういう人？それのおー、かっこいいね。全然普通で普通。でも性格がいい。性格は大切だ。年齢は？ 1900
795。あ、じゃあ3つか。あ、そうそう、それが問題です。3つの。ダメなの？ダメだから。何歳だったらいいの？あ、2歳から4歳、3はダメ。大変。それだけ。ありがとうございます。ごちそうさまです。日本に来たらいっぱいおごるから。OK です。彼氏と一緒でいいよ。いい？大丈夫よ。いっぱいおごるよ。行きましょう。おはようございます。雨降ってる。新しい店。朝ごはんのお店。食べに行こうかなと思って。OK。それ。あ、今日何曜日だっけ？そう、日曜日。日曜日やない。ごめん。ここは明年の中心？あ、中心？はい、そう。オッケー。いろんな車多い。分だけ車がない。貧乏です。兄とあれが全部あったけど、しょうがない。寂しいね。ベトナムはちょっと、兄とか姉とか何かあって、私ないならちょっと恥ずかしい。恥ずかしい？そう、それはもっと頑張らないと。強い。もう文化そう文化ちゃんそれわかる？それ戦車。ベトナム戦争。昔の戦争。学校ではさ、どうやって習うの？銃練習訓練。練習するの？撃った？撃たない。偽物。そう。やり方教えただけ。じゃあ戦争が起きたらみんなで戦う。みんなじゃない。20歳なら男のね。徴兵。1年2年ぐらい。これはトマトスープ。こっちでも食べてもいい。これ一緒に食べてとか。最初は友達連れて、まあと思ってでも食べてから美味しい。家帰って作ってみた。でもできない。お母さんまずいと言われました。まずい。まずい。食べられない。美味しい。食べましょう。いただきます。いただきます。美味しい。そういう音ね。その音はなんだっけ？日本語で。サクサク。あ、サクサク。そう。サクサク。美味しいじゃん。これで250円ぐらいか。200円。200円か。前は180円かな。ベトナムも距離を違うので、こんな感じ、値段は普通です。ちょうどいい。今いくらぐらいかな？平均は。大したのは多分5万。もっといくなら3万4万かな。1ヶ月。もっとね。自分でやってるからね。兄と姉がいっぱいお金を稼ぐことがね、嬉しいよ。お姉さんは10位。実はお姉さんの音をやる。それでお姉さん一緒にやる。勉強して。ベトナムだと2人で夫婦で働くことは結構ある。2人働く。別々でもいいけど、でも仕事は一緒にやれるらやる。今は会社でほとんどみんな動きすごいです。それで一緒にやった方がいいと思って。女性の人、日本人の男は結婚したいと言われました。理由わかる。結婚したらずっと家にいろいろ料理するだけ、それがいいと思ってすごいわ。でもそれはちょっと働くのがいいかな。日本語にそれは。まあでも今は変わってきて2人とも働く人が多い。それがいいね。女性もその方が外の世界知れるから。ずっと家だとつまんないから。それがいい。
あいいね。夜綺麗でしょ。chị ơi gọi đồ chọn bàn. 外がいい？外にする？恥ずかしい。bạn ơi xong tí dọn cho mình chỗ này nhá.僕のちょっと恥ずかしいですよ。そちら遠く。これおつまみ。これ日本は鳥の餌ですよね。でもベトナムはちょっと違う。これね。これひまわりの種。話しながらこれ。最初にこんにちは皆さん、香り教室です。ちょっと恥ずかしい。ちょっと待って。考えてみます。皆さんこんにちは。今日はそのすけ先生と探してと申します。探したい。やります。ごめん。はい、皆さんこんにちは。マジだ。はい、皆さんこんにちは。香りセンターへようこそ。今日はそのすけ先生と紹介したいと思います。いいですか？間違ってないよ。間違ってない。はい、日本語難しかったですか？難しかった。さっきの俺の日本語全部わかった？大体わかった。仕事ね、やっぱりお兄さんずっとこの仕事しましたから、すごいいいです。話し方が？話し方がね、すごいいつもインタビューみたい。質問ばっかり。質問、そうですね。これ、そしてこれね、これは何ね、これね。N11 件、北海道はよく見ます。日本のうちもリオも来た。お金払ってって。そう。お金払って、それでちょっとわかるけど、わかりません。ちょっとお姉さんに電話します。Thôi để chiều chị ạ. Bây giờ em đi ăn cơm nha. Bây giờ em đi ăn cơm thôi em về. 髪の毛の写真みたいにしたいですか？kiểu như cắt hai bên như anh nhỉ? あの子と同じ髪型になる。そう。はい、そうですね。帰って自分見るよね。恥ずかしくないでしょ？何よ。自分若く見えると言いました。すごいね。はい、今切ってもらいました。初めと終わりにシャンプーやってもらって、最後顔も洗ってもらいました。10万ドンなので500円です。すごい安いですね。20歳になりましたね。そう、20歳になりました。若返りました。買わないな、エンディア。うまい。これ何ですか？焼肉です。韓国飲みたいかな。彼氏は厳しい人。優しい。時々いつもあやかましい。いつも甘やかしい。そう。何が好きか言ってすぐ気になる。どこへ行きたいなら今日はちょっと少しとか連れて行って散歩して。やりたいことを全部やってくれる。そう。でも時々厳しい。とかもいいね。今付き合ってどのぐらいなの？2年半だ。長いね。ベトナムへ帰ってすぐ組み合って1ヶ月ぐらい告白した。そうだ。もうベトナムはね、アイス州は結婚はちょっと別々だ。変わりやすいようでわからないでしょ。若い時はね。でもそれでちゃんと考えて。俺日本に帰ったら何しようかまだ分かんない。ゆっくり考えて。やめて旅に出ていろんな人に会ってよかった。本にも会えてね。人生にそれでいい。意味がある。意味がある。いつかいい思い出ね。それは珍しいですよ。珍しい。ね、違うね。特別かな。特別。特別。そう、いつも仕事して時間にかかって、おばあさんとかお兄さんとかにめちゃ早いですよ。早いよ。すぐだね。今まだ18歳とか書いた。俺心はまだ20歳。20歳。まだ心はね。はい、皆さんおはようございます。
でしょうか。すいません。あ、すいません。はい。すいません。日本語でいろいろ言い方違いますよね。そうですね。申し訳ありません。申し訳ありません。はい。同じすいませんですよ。でもこっちの方がちょっと丁寧ですね。目上の人に、そう、目上の人とかお客さんとか大変申し訳ありません。申し訳ありません。すごくね。そう、すごく申し訳ない。店員さんがお客さんに対して間違った注文をしてしまってきたから。はい。そしたら大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。